このビデオでは私のウェブサイト長井俊也 .com の趣旨説明を行います。私の専門は哲学です。哲学とは私の考えでは専門がないことが専門である学問です。そのような学問がなぜ必要であるか、なぜ私がフリーの研究者として哲学をするのかを説明しましょう。研究者は通常、大学や研究機関といった官僚的な組織に所属し、特定の専門分野に自分の研究対象を限定しています。専門家が分業して研究を行うというのが現代の研究のあり方です。大学に所属する哲学者は、哲学という看板を掲げている場合でも、実際には哲学史研究というニッチな学問領域を専門としています。哲学史研究の意義を否定するつもりはありませんが、こうした哲学は私が理想としている哲学とは異なります。かつて古代ギリシャで哲学が誕生した頃、哲学は学問一般を意味しましたが、官僚的な分業が進んだ現代の大学には、そうした本来の哲学は居場所を持ちません。官僚的な組織は合理的で効率的でありますが、そこにはいくつかの問題もあります。官僚的組織によく見られる弊害として、まず、縦割りを上げることができます。これは権限が与えられた縄張りにしか関心を持たない視野の狭さを帰結します。それからもう一つのよくある弊害として、権威主義を上げることができます。官僚的組織はピラミッド型のヒエラルキーなので、意思伝達が上位下達になります。その結果、上には盲従し、下々には権威を笠に着て服従を要求するといったメンタリティが往々にして生まれます。もう一つのよくある習慣が前例踏襲です。何か新しいことをしようとすると、先例がないと言って拒否する公家のような思考停止状態がしばしば見られます。こうした特徴を持つ官僚主義はイノベーションを阻害します。官僚的組織は行政に典型的に見られますが、民間の大企業にも似たような傾向があり、大学においても程度の差こそあれ見られます。官僚的組織は必ずしも全否定されるべきではありませんが、独創性が重要な意義を持つ学問の世界では、こうした弊害は好ましいことではありません。独創的発見により知的イノベーションを起こすにはどうすればよいのでしょうか。多くの人は独創的であるためには無から有を作り出さなければならないと思っています。しかし、無から有を作り出すことはできません。独創的な理論は未知の事実を発見することよりも、むしろ基地の事実と基地の事実との未知の関係を発見することから生まれます。それなら狭い専門にこもっているよりも、あえて畑違いの領域に挑戦した方が新しい関係を発見しやすいので、イノベーションを起こしやすいということになります。そうしたイノベーションを起こすには、官僚的な分業体制を乗り越えなければなりません。イノベーションを起こすには、官僚とは真逆のことをすればよいというのが私の結論です。官僚とは対極的な生き方をしているのが芸術家です。芸術家はクリエイティビティを何よりも優先するので、
自由を犠牲にしてまで組織に安定を求めるというようなことはしません。私も芸術家をロールモデルとして生きていきたいと思います。官僚的組織の弊害として、縦割り権威主義前例踏襲を挙げましたが、これらはすべて克服されなければなりません。すなわち、専門の壁を乗り越え、権威に盲従することなく、新しい理論に挑戦することが必要です。フリーの研究者として、こうした方針で研究を行うことが私のサイトの理念です。